Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these restless nights. 今日は世界中の視線が集まる場所、裏原宿を散歩します。ここは僕がスニーカーが欲しいなと思った時、まず一番に来る通りなんです。通称スニーカー通りと言ってもいいほどスニーカーショップがひしめき合っています。さあ行ってみましょう。こんにちは、富尾アカデミア77です。はじめにこの動画は英語音声で聞くことができます。字幕はフランス語、韓国語、タイ語、スペイン語、イタリア語に対応しています。ぜひ英語音声で聞いてみてください。海外のご友人にもこの原宿の熱気を紹介していただけたら嬉しいです。ここを降りたら神宮前交差点を左に曲がってまっすぐ進みます。まずは皆さんに最初に見てもらいたい2つの店舗へ向かいますね。はい、マーク・ジェイコブスの鮮やかな黄色のショップが見えてきました。このお店を過ぎてさらにまっすぐ進んでいきます。はじめにアトモスのスニーカー専門店から見ていきましょう。アトモスはこの近辺にいくつもショップがありますが、ここは大きさが手頃で見やすく、何よりセレクトが素晴らしいお店です。見てください。アディダスのハイパーブースが展示してあります。オンのシューズがきれいに並んでいますね。見てください。オンのシューズの底、もはやハイテクを通り越してハイパーな進化を遂げていますね。ナイキはもちろんですが、あれ見てください。桜の花びらがついたようなデザインがありますよ。これは実際に履けるのでしょうか。気になりますね。他にもサロモン、ホカオネオネ、そしてアディダス。このアディダスも本当にかっこいい。何か一つ一つのセレクトにセンスを感じます。こちらのモデルも風通しが良くて涼しそうですね。原宿で時間がない人はここをチェックすれば大体のメーカーの新作から個性的なモデルまで一度に揃います。時間を節約して良い買い物をしたい人には本当におすすめです。メジャーリーグの野球キャップも豊富に揃っていますよ。さて次は僕の大好きなショップです。この近くに来たら必ず寄りたいお店があるんです。行ってみましょう。ここローソンのショップの手前です。ああ、ここです。入り口は少し分かりづらいのですが、この中に入ってください。エレベーターで3階へ。ここには世界中のファッショニスタがわざわざ目指してやってくる秘密の場所があるんです。ブランド古着のカインドオールです。着きました。広いです。なぜあえてこんな分かりにくい場所にと思うかもしれませんが、実はここ日本の厳しい査定を通った最高品質のアーカイブが眠る宝物の宝庫として海外の動画でバズっているんです。まず
ブランドのバッグが目に飛び込んできますね。ギャルソンや堺といった日本の宝ともいえるブランドが驚くほど綺麗な状態で並んでいる。まさに知る人ぞ知る原宿の裏ルイトなんですよ。実は僕、欲しいジーンズをネットで探していたら、このお店に在庫があることを知って、サイズを確かめるためにここに来たことがあります。その時即購入したのですが、程度が良くてどこよりも安く手に入った記憶があります。ハイブランドを賢く手に入れるなら、ここは本当におすすめです。世界中の古着がブランド別にセレクトされていて、靴の量もかなりのものです。サングラスもね、他では見つからないような形が結構ありますよ。さて、皆さんはここを裏原宿と呼ぶことが多いかもしれませんが、実はキャットストリートからさらに一歩踏み込んだこのディープな路地裏こそが本当の原宿の魂が眠る場所なんです。スニーカーを探しているのなら、まずはここを見ればあなたの欲しいものは必ず見つかります。僕は敬意を込めてここをディープキャットストリートと呼んでいます。では、いよいよ裏通りの中心へ入っていきましょう。確かこの通りです。ロンシャンプとチャールズ&キース、この2つのショップの間の道を入っていきます。新しいショップから昔から変わらない名店まで、今の裏原の空気感を一緒に歩きながら楽しんでください。さあ、行きましょう。その前にお腹が空いたので軽く食べてから行きましょう。エッグズ&シングスで腹ごしらえです。2階席は通りを見下ろせて結構イケてますね。ここはハワイ料理のお店なんです。僕はチーズバーガー、君はハワイの定番ロコモコを食べてみる？ロコモコっていうのはね、白いご飯にハンバーグと目玉焼きが乗って肉汁ベースの濃厚なグレービーソースがかかった料理なんだ。タイのガパオライスに似ているけれど、もっとお肉の旨味がガツンとくる。ほら、このハンバーグ美味しそうでしょ。店名にエッグズとある通り、ここは卵の扱いが天下一品。周りを見てもハワイアンオムレツを食べている人が多いですね。あまりに美味しそうだったので、山のようなホイップのパンケーキも追加注文してしまいました。ハワイで朝食を食べている気分、最高ですね。店内のサーフボードを見ていると、ノースショアの晴れ岩を思い出します。あそこから栗まで約10分ぐらい走ったところにあるシュリンプやジョバンニのガーリックシュリンプ、美味しかった。ハワイに行くと必ず食べたくなる味です。僕たちはゴルフもよくするので、LPGA の大会をやるタートルベイリゾートにもゴルフしによく行きました。このお店はそんな素敵な記憶を呼び起こしてくれる雰囲気がありますね。2階からの眺めはハワイのような開放感があって、また来ようと思わせてくれます。お腹も満たされたところで散歩再開です。向かい側に早速目に入ってきたのが梅 FR2。写真家が立ち上げたブランドで、店内はピンク一色。
アジア系の人にすごく人気だそうで、お土産に喜ばれそうですね。次はドキドキ。みんなが行くのでついていきます。ここは原宿の可愛い文化の総本山といえる伝説的なショップです。若い子向けのお店に見えますが、実は30年近い歴史があります。創業者はあのキャリーパミュパミュ歌手の演出も手掛ける増田セバスチャン氏。1996年にソフィア・コッポラ監督が訪れたことで、世界に原宿イコール可愛いを広めたきっかけの場所なんです。見る価値ありますよ。お隣のリーツ・テイラー・ザズーも覗いてみましょう。ここは60年代ロンドンのモッズの精神を日本に伝えるお店。細身のスーツやミリタリーコートなど、音楽とつながったスタイルが最高に渋いんです。さらに進みとサークル。店主が惚れ込んだ一品だけを集めた目利きによるセレクトが光るお店ですが、今は入れ替えのバーゲン中みたいですね。そしてザ・ユーズド。ここはクロムハーツなどのシルバーアクセサリーの中古販売で世界的なトップランナーとして知られるお店です。海外のファンにとって地獄ではもう手に入らない最初期のデザインや廃盤アイテムが並ぶここはたまらない場所でしょうね。男性なら見応え十分です。少し横道にそれましたが、ここからが裏原宿のメイン、スニーカー通りです。まずはリミテッド EDT。 90年代から裏原を見守り続けてきたパイオニアです。壁一面のスニーカーを見てください。海外のショップにもない限定モデルや、もう二度と手に入らないと思っていた懐かしいモデルまで、まさにスニーカーのタイムカプセルですよ。ここはサンダルも充実していますね。鬼塚タイガー、プーマ、アディダス。そして見てください、このキッズのスニーカー。このナイキのベビーモデル、可愛すぎますよね。プーマももう一度孫に履かせたいくらいです。おや、このビニールがかぶせてあるのは特別なモデルかな。74,500円。すごいですね。アディダスのスニーカータイプの革靴、このモデルもかっこいい。次はフールズジャッジ。ここは原宿ストリートの鑑定所です。
シュープリームやネイバーフットの白なアーカイブを求めて世界中から若者がやってきます。20年以上この街を見守ってきた審美眼があるからこそ、みんなここなら本物だと安心して高額な買い物をしていくんです。入り口が分かりづらく階段を降りるのは勇気がいりますが、店名のフールズジャッジ、日本語に訳すと愚者の判断になりますけど、裏腹にここに来る人はみんな愚者ではなく本物を見分ける賢者ばかりなんです。さらにライダースの王様ショット。世界で初めてフロントジッパーをジャケットに採用した革命児です。このスカジャン、生地が透けて見えるほど薄くて夏仕様、涼しそう。革のジャケットも柔らかくて合わせやすそうです。ライダースもシンプルなデザインで意外と革が柔らかくいいですね。肩に星がついたワンスターは映画でマーロン・ブランドが着て自由の象徴になりました。このライダースブーツ一つ欲しいと思っていました。革も硬くなく履きやすそうです。これは欲しいです。リーバイスの対戦モデルのようなデザインもあってオリジナル感が半端じゃありません。キックスラボです。入ってみましょう。かっこいい女性。さて、この圧倒的な数のスニーカー、ここはキックスラボです。まるでスニーカーの博物館のようですが、ただ並んでいるだけじゃない。彼らは世界のブランドと協力して日本の職人技を生かした限定モデルまで作ってしまうんです。まずはエアジョーダンがずらりと並んでいます。これ見てください。このかかとの23、エアジョーダン12です。実はこのデザイン、日本の旭日旗をヒントに作られていると言われているんですよ。1997年、ジョーダンが体調不良でフラフラになりながらもこの靴を履いて伝説的な試合を戦い抜いた。単なるファッションではなく極限状態の人間を支えた戦うための道具としての凄みがこの一足には宿っています。道具が人を助け歴史を作る、まさに私の大好きな世界がここにあります。そしてスニーカーを大切に手入れする動画も流れています。専用のクリーニング商品です。ここにもありました、キッズ用スニーカー。僕も子供にフランスはジルボーがジーンズを洗濯機の中に軽石を入れて洗ったストーンウォッシュ加工した子供用ジーンズに、当時はこれほどキッズスニーカーのなかったのでコンバースのバスケシューズを履かせていたことを思い出します。とにかく可愛いです。中2階に行ってみます。ナイキのハイテクなスリッパ、かっこいいです。世界的ブランドとコラボしたここでしか買えない日本製の限定モデルが人気です。原宿に来た証を求めて今日も世界中からコレクターがやってきます。中3階に在庫がびっしりあります。噂通りすごいショップです。最後は The Endless Summer、 伝説のサーフ映画の精神を形にしたお店。パイル生地のパーカーや可愛いフレンチブルドッグのキャラクター、
これが今英海外の観光客の間で大人気なんですよ。やはりこの通りも見どころいっぱいです。前半はここまで。次回は後半、まだまだすごいお店が出てきますよ。最後はヴィンテージジーンズの聖地ベルベルジンまで足を伸ばします。どうぞお楽しみに。